日本昔話、貧乏神と福の神。昔、あるところに、働き者ですが、大層貧乏な青年がおりました。この青年、ある時、気立ての良い、それは可愛い奥さんをもらいました。若い二人は、そりゃあ仲が良くて、朝から晩まで、一生懸命働きました。奥さんが来てからというもの、家の中はいつも明るい笑い声でいっぱいです。そうして、二人で精を出しているうちに、継ぎはぎだらけだった着物が新しくなり、少しずつ、暮らし向きも良くなってまいりました。ありがたいことだね。あなたが働き者だからですよ。二人はそう言って、幸せに暮らしておりました。さて、ある大晦日の晩のことでございます。外はしんしんと雪が降る中、二人がいろりに当たっておりますと、天井裏から、しくしく、めそめそと、誰かが泣く声が聞こえてくるではありませんか。青年が不思議に思って、天井板をそっとずらして覗いてみると、そこには、薄汚れた着物を着た、痩せっぽちの小さなおじいさんが、涙をポロポロとこぼして泣いておりました。青年が、あんたは、誰だねと聞くと、おじいさんは鼻水をすすりながら答えました。ぶすん、わしかわしは、ずっとこの家に住み着いている。貧乏神じゃよ。なんと、このおじいさんは貧乏神だったのです。奥さんも驚いて、まあ、神様でしたか。どうしてそんなに泣いておられるのです。と聞きました。貧乏神は、ますます悲しそうに言いました。それがな、お前たちが、あまりにも真面目によく働くもんで、この家の暮らし向きが、良くなってきただろう。神様の決まりで、そうなると、明日の元日の朝に、福の神がやってくることになっておるのじゃよ。それを聞いて、青年は、へえ、そりゃありがたい話じゃないか、と喜びました。すると、貧乏神は大きな声で泣き出しました。うわーん、お前たちにはありがたくても、わしには困るんじゃ。福の神が来たら、薄汚い貧乏神が、この家から追い出されてしまう。わしは、この中の良い家がすっかり気に入っておるのに、出て行きたくないんじゃよ。うわーん。まるで子供のように泣きじゃくる貧乏神を見て、若い夫婦は顔を見合わせました。確かに、貧乏神のせいで楽な暮らしではなかったかもしれません。でも、二人が苦労していた時からずっと、この家を見守ってくれていた神様なのです。なあ、お前、せっかく福の神様が来てくれるというのに、罰当たりかもしれないが、あのじいさまを追い出すのは、なんだかかわいそうな気がするな。ええ、そうですね。私たちは、今のままでも十分幸せですしね。なんという欲のない、優しい夫婦でしょうか。二人は、貧乏神にこう言いました。神様、泣くのはやめておくれ。あんたがそんなにこの家が良いのなら、ずっとここにおればいい。え、本当か？福の神が来てもいいのか？ええ、私たちは、あんたがいいんですよ。貧乏神は、それを聞くとピタリと泣き止み、今度は嬉し涙を流しました。ありがてえ、ありがてえ。お前たちは本当に良い若者じゃ。よし、そうと決まれば、明日やってくる福の神は、このわしが追い返してやる。貧乏神は、痩せっぽちの腕に力こぶを作ってみせました。だが、今のままでは力が出ん。すまんが、腹いっぱいご飯を食べさせてくれんか。夫婦は喜んでうなずきました。ええ、お安いご用ですよ。さあさあ、遠慮なく食べてください。二人は、自分たちの正月用に大切にとっていたお米を全部炊いて、大きな大きなおにぎりを作り、貧乏神に食べさせました。貧乏神はそれを、涙を流しながら、ハフハフ、むしゃむしゃと、それは美味しそうに平らげました。さあ、いよいよ元日の朝がやってきました。東の空が明るくなると、遠くの方から、ドシン、ドシンと、地響きが聞こえてきます。やってきました。福の神です。黄金色に光り輝く着物をまとい、大きな袋を担ぎ、内出の小槌を振りながら、ニコニコ顔で近づいてきます。いやー、めでたい、めでたい。こちらの若夫婦は関心な働き者だと聞いて、服を授けにやってきたぞ。さあさあ、服は、うち、服は、うち。
福の神が家の戸に手をかけた。その時です。待てーい。この家には入れさせんぞ。昨日お腹いっぱい食べて力をつけた貧乏神が、家の中から飛び出して、巨大な福の神に体当たりしました。なんじゃ、お前は、薄汚い貧乏神ではないか。邪魔だ。どけー。福の神が、さすがに力が強い。貧乏神をひょいと掴んで、投げ飛ばそうとします。貧乏神も負けじと踏ん張りますが、ずるずると後ずさり、今にも負けてしまいそうです。ぐぬぬぬ。やっぱり、福の神にはかなわんのか。その時でした。貧乏神様を、いじめるな。なんと、若い夫婦が、ほうきや木の棒を持って、家の中から飛び出してきたのです。青年が福の神の足を払い、奥さんがほうきでお尻をはたきます。出て行け。福の神。私たちは、貧乏神様がいいんだ。そうだ、そうだ、帰れ。これには福の神もびっくり仰天。へえ。人間どもが、福の神であるわしを追い出すとは、こんな歓迎されない家は初めてじゃ。たまらん、たまらん。大惨じゃ。生まれて初めて人間に邪険にされた福の神は、目を白黒させて大慌て、ほうほうの体で逃げ出しました。その拍子に、持っていた、打ち出の小槌を、ポロリと落としていってしまいました。後には、息を切らせた三人が残されました。貧乏神が、落ちていた打ち出の小槌を拾い上げると、夫婦に向き直り、深々と頭を下げました。若いの、お前たちのおかげで助かった。わしに優しくしてくれたこと、一生忘れんぞ。これは、そのお礼じゃ。貧乏神がそう言うと、打ち出の小槌を振りました。米でろ、拒んでろ、ほれ、ザックザク、それ、それ。するとどうでしょう。小槌からは、真っ白なお米や、キラキラ光る小判が、次から次へと溢れ出してきたではありませんか。あっという間に、家の中は宝物でいっぱいになりました。それだけではありません。不思議なことに、人に服を与えた貧乏神の体からすすが落ち、みるみるうちにきれいに、そしてふっくらとしてきたのです。気がつけば、そこに立っていたのは、貧乏神ではなく、ニコニコと福々しい顔をした、立派な神様でした。人助けをして感謝されたことで、貧乏神が、本当の福の神になったのでした。それから後、この若夫婦は、神様と仲良く、いつまでも幸せに暮らしたということでございます。めでたし、めでたし。はい、今日のお話はこれでおしまい。さて、皆さんだったら、貧乏神と福の神、どっちを選びますかね。こんな昔話が見てみたい、というリクエストがあったら、ぜひコメント欄で教えてくだされ。それから、チャンネル登録も忘れずにな。それでは、また次の動画でお会いしましょう。